こんにちは、こんばんは、はるです。軽バンを DIY して車中泊仕様、軽キャンを作っている動画になります。過去の DIY の動画はすべて再生リストにまとめているので、まだご覧になってない方はぜひチャンネル登録をして最初からご覧になってください。前回で外装の塗装がほぼ完成しました。このような感じになってます。車内の様子はこんな感じになってます。左側にキッチンを作成して、右側には棚を作成してます。車内の DIY も6割ぐらい完成してます。今回の作業は車内の天井の両サイド部分の板張りになります。前回天井の板張り作業を行った時に両サイドの部分は電気配線があるので開けてました。今回はこちらの両サイドの部分を板張りして天井を完成させるといった作業になります。それでは早速 DIY の様子を見ていってください。よろしくお願いします。収納棚を一旦外しました。作成した棚やキッチンは工具なしで簡単に取り外しができるように作成してます。配線をきれいにまとめて空いている部分を2枚の板で埋めていきます。まずは配線をまとめていきます。針の裏側から配線が通るようにしていきます。次に天井の板を固定させるための根太を針に取り付けていきます。適当な長さに切った根太をタイラップを使って針に固定していきます。ちなみになんですが、過去の6番目の動画で天井の板張りをする方法を詳しく説明しています。天井に穴を開けない方法で安く板張りができるやり方を挙げてますので、よければご覧ください。同じようにすべての針にタイラップを使って根太を取り付けていきます。次に空いている部分の長さを測って2枚の板を切り出してみました。こちらを取り付けていきます。板の厚みは 3mm になります。3mm の板を選んだ理由は曲がりやすいからです。特に今取り付けている部分は曲線になっています。3mm の板だといい感じにしなってくれて作業も楽で見た目も綺麗な曲線になります。次に下穴を開けてから針に固定させた根太に板を固定していきます。天井の板が 3mm と薄いので割れないように気をつけながらビスを打ち込んでいきます。残りの箇所も同じように固定していきます。入り込めない場所はフレキシブルシャフトを使ってネジを締めていきます。まずは1枚目の板を取り付けることができました。次に2枚目の板にホールソーを使って配線を通す穴を開けていきます。電動ドライバーなどに取り付けて使うことで綺麗な円を切ることができます。きれいに穴を開けることができました。次にカットした板を取り付け場所に設置して合わせてみます。
おそらく微調整が必要だと思います。取り付けてみたらかなり隙間があったので、綺麗に見えるように微調整していきます。サンドペーパーで削ったりしながら調整していきます。何度か微調整が完了したので取り付けていきます。一番左側に結構大きめな隙間があると思いますが、こちらは上部収納を作った際にいずれ見えなくなる場所なので、このまま取り付けます。片側の板張りが完了しました。反対側も同じように取り付けていきます。反対側も同じ作業を行って取り付けが完了しました。両サイドの空いていた部分がきれいに埋まって完成した天井がこんな感じに仕上がってます。手前側の部分もこちらですね。この手前側の部分もいずれ収納ができて見えなくなってしまうので、今のところそのままにしておきます。個人的には天井がまっすぐな状態ではなくて、多少曲線を描いている天井が作れたのでとても嬉しいです。3ミリのベニヤ板を使うことによって天井の曲線の感じがうまく出たのではないかと思います。今まで両サイドが空いていて銀マットが見えていた状態だったので、綺麗に埋まってとても満足しています。これでいよいよ車内が部屋のような感じになってきました。最後に一つ商品を紹介したいと思います。こちらの内カバーゴムという商品になります。配線を通すためにカットした円の縁に取り付けたいと思います。木材をカットして穴を開いた状態のままだと、その木と配線が擦り合って配線に傷がついてしまうかもしれないので、このようなカバーを取り付けたいと思います。内側の円の長さを測って、それに合わせて内カバーゴムをカットして取り付けていきます。取り付けが完了しました。こんな感じで見た目も良くて配線も傷つけないのでおすすめです。商品を探す際は内カバーゴムもしくは溝ゴムで探すと見つかると思います。ということで今回は天井の両サイドを完成させる内容でした。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。過去動画も一から作っている様子を再生リストにまとめてますのでご覧になってください。ということで今回はこれで動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。